元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は今までも何回も制作はしてきたんですけど、 DIY 初心者の方がドリルで穴を開ける時のストレスとなるまっすぐな穴開け、これを比較的簡単にしてくれるポケットドリルガイド、こちらの制作を詳しく解説しました。使った材料やサイズ、使い方まで詳しく解説しているので、ぜひご視聴ください。それでは制作動画スタートです。それではまず最初に材料の解説です。こういう角材で作っていくんですけど、こちらは 20mm×9mm かなを2つ重ねて角材にしています。で、今回なかったので、6mm×20mm これを使って3枚を接着して角材を作ります。で、スペーサーは 4mm、6mm、8mm で作っていきます。サイズ的に言うとこれが一番多く使うのかなと思います。で、このスペーサーなんですけど、こういう形でパッケージされたものがホームセンターによく売られています。ちょっと大きめのホームセンターの方があると思うんですけど、ネジボルトコーナーの多分一番奥、いろんな特殊ネジとか特殊ボルトと同じような場所に置いてあります。DIY でも結構これは使うので、いろんな長さ、サイズあるので、そういったものを使ってもらえるといいかなと思います。で、実際内径は 4mm だと 4.1、6mm だと 6.2、8mm だと 8.2 が内径になっているので、だいたいコンマ1からコンマ2ぐらいの隙間があります。これが曲がる原因だよって思われる方も、この隙間がない方がいいなと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、この隙間があるおかげでドリルの刃を傷めなくていいかなと思います。この間隔とかこの長さっていうのは、真ん中で開けるときにしっかりと手で持てるような長さに設定する方がいいかなと思います。私の場合、だいたいスペーサーから 25mm、こちらで 30mm、だいたいこういう間隔で開けてやります。今回は 30mm のところに 4mm のスペーサー、50mm のところで 6mm のスペーサー、75mm のところで 8mm のスペーサーで、最終の長さが11センチ、これで作ってみようと思います。この切り出した3枚を接着していきます。木工ボンドは必ず圧着させてください。圧着させないと接着力がかなり落ちるので、強度が必要な今回のドリルガイドとかでは必ず圧着してから固めること。そしたら次に両方から穴を開けて、このスペーサーが入る加工をしていきます。採寸するときなんですけど、必ず基準面、ここは直角になっていること。そして、測るのは必ず基準面として決めた方から、裏も同じように基準面から基準面からというふうに位置を決めていきます。なぜなら、これが絶対 20mm とは限らない。20mm の幅で購入してるんですけど、20mm とは限らないので、測る方向は必ず同じようにしていきます。こっちが基準面、こっちが基準面です。なので、こう持ってきて、次にドリルで穴を開けていくんですけど、今回の作り方ではそんなに厳密に正確に穴が開いてなくても大丈夫です。
後で丸棒ヤスリで修正をします。例えば 4mm のスペーサーだとだいたい 5.3mm、 6mm が 7.8mm、 8mm が 10mm なので、穴を開けるには 5.3、7.8、10mm っていう形になります。この外形の大きさはスペーサーのこの裏にサイズ表があるので、それを見ていただければ必要な穴の大きさがわかります。今回は最終的に大きく加工して接着剤で固めてまっすぐにするので、そんなに気にしなくても大丈夫です。今回は 4mm に対して 6mm、 6mm のスペーサーに対して 8mm、 8mm のスペーサーに対して 10mm、 これを使って開けていきます。この中で一番難しいのは 10mm、 これは慎重に開けていきます。今回は垂直に開ける、ガイドとして簡易ガイド L 型に組んだ角材を当てて穴を開けていきます。で、開けるのは半分です。多少加工穴とスペーサーに余裕がある状態で組み上げるのがポイントになります。なので 4mm は大丈夫なんですけど、 6mm とか特に 10mm、 これは入らない、このぐらいの状態なので、ここを少し削って穴を大きくします。今回は 6mm も大丈夫そうなので 10mm だけを穴を大きくしていきます。この状態でベストなのは、加工穴にあまり干渉せずスペーサーが自立している状態、それがベストです。スペーサーの固定に使うのはエポキシ接着剤です。これは A 液と B 液を同量混ぜて使う30分型を僕はよく使っています。他の接着剤でもいいんですけど、ドリルの切削抵抗にも耐えれて、かつこの間の隙間をちゃんと埋めてくれる接着剤としてはおすすめかなと思います。それと平らなベニヤ板、マスキングテープです。接着がし終わったら上から押して、このベニヤに対してこのスペーサーがまっすぐ立っている状態、この状態で固めます。それでは使い方を簡単に説明します。このドリルガイドはドリルを刺すことによって
まっすぐな穴開けのガイドをしてくれます。この状態でこのドリルの先端を開けたい位置に合わせて立てて穴を開けます。この状態でこの 6mm の内径は 6.2mm とかちょっと隙間があります。スペーサーの穴に対してさらにちょうど隙間が全周にわたって同じぐらいになったところで掘っていくとさらに精度が高い穴開けができます。これをどちらかに偏らせてしまうとそれでもやっぱり斜めになっていくので、必ず立てたら全周このスペーサーの中でもまっすぐになるように意識して穴を開けていきます。例えば穴の長さを決めたいとき、まずこのドリルガイドを入れてこの状態で掘りたい長さで合わせます。そしてこの状態でここまでだよという目印をマスキングテープで目印をつけておけば、この位置に来た時にここが決めた長さになります。クランプを使って固定する時も一回こういう形で当ててクランプで留めて正確に開けることも可能です。いかがだったでしょうか。なるだけ詳しく解説をしてみました。もう何回もこれは動画としているので、特にこれから始めようかなと思っている方に見ていただけると嬉しいです。このドリルガイドを使うことで穴を開けることに対してのストレスはかなり減るんじゃないかなと思います。もっとチャンネルではこのようなジグやガイドの制作、初心者講座などを配信しています。また、モッツ工房では家具や雑貨などの制作動画を配信しています。それでは次回の動画でお会いしましょう。